はい、皆さん明けましておめでとうございます。サムライアルファです。今回の動画はアルファロメオ 4C の特集をしてみたいと思います。アルファロメオ 4C、 軽さ、鋭さ、そして純度、現代の車ではもはや希少となった走るためだけに生まれた一台です。そんな 4C と私は長い時間を共にしてきました。楽しいことばかりではありません。正直に言えば維持には覚悟も知識も、そして愛情も必要です。実はこの動画を撮影したのは今年の夏。その後足回りのトラブルにより現在この 4C は入院中です。だからこそ今改めてお伝えしたい、アルファロメオ 4C を所有するということ、何が起きるのか、何に気をつけるべきか、そしてそれでもなお乗り続けたいと思える理由とは何なのか。この動画では 4C を維持する上で必要な全てを、良いこともそうでないことも含めて包み隠さずお話しします。これから 4C を目指す方へ、すでにオーナーの方へ、そしてこの車に惹かれてしまった全ての方へ。これはアルファロメオ 4C と生きるためのリアルな記録です。それでは本編どうぞ。はい、皆さんこんにちは。今筑波山に向かってますが、今回は走りの動画というよりも、最近4C が結構中古で少しは価格が離れてきたのかちょっとわからないんですけど、興味を持たれている方が多いようなので、今回その 4C の維持について、維持とかあと楽しさとかいいところ悪いところを忖度なしにお話ししてみようかなと思います。まず私 4C 購入したのが2015年、もうほぼ10年ぐらい経ちますね。でまずこの10年の間に起きたトラブルっていうのははっきり言ってない。個体差も多少はあると思うんですけど、ほとんどトラブルっていうトラブルはあまり聞かないですね。アルファロメオっていうと、アルファロメオというかイタ車っていうといろいろ電装系のトラブルが多いというか、あといろんな例えばジレッタのドアノブが折れちゃったりとか、そういうくだらない走りに関係しないところでトラブルっていうのが意外とあったりするんですけど、 4C に関しては何もないと言ってもほら以前動画でご紹介したコブラとすれ違いましたね。なんだっけ、そうですね、トラブルの話ですけど、はっきり言ってトラブルは少ない車です。なんでかわからないんですけど、なんですかね、さっきも言いましたけど、走りに関するところ以外ではトラブルがないっていうのが、 4C は走りに関するところしかない。使い勝手とか全くと言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、あまり考えられてないので、肝心の走りに関してはもう完璧な車というかマシンだと思いますね。その走りに関してはまっすぐは、はっきり言って速くないです。馬力で言えば240馬力、ストック状態で240馬力しかないですし、トルクも私はちょっと ECU をいじっちゃって、ノーマルより5キロぐらい上がってかなりトルクのある仕様にはなってますけど、ノーマルで32キロぐらいのトルクだったと思いますけど、言うほどその速さは感じないです。ただやっぱりこの車重の軽さ、1トンぐらいしかないこの車重の軽さのおかげで、は
はっきり言ってその非力なエンジンでも、パワー不足はあまり感じないというか、必要にして十分という感じも、街乗りとか、あと峠とか、そういうところで、軽く流す分にはもう十分な、踏み切れる、踏み切っちゃいけないんですけど、楽しめるパワーとトルクがある車ですね。だからいろんな意味で本当に走りに関しては全てがちょうどいい車だと思います。で、車の大きさも全長は、4メーターないんですね。全長が3990だったと思いますけど、で幅は1900ない1850-60だったかな。それぐらいで、まあ広いは広いんですけど、デザインに対してデザインパッと見こう車高が低くて、でこのキャビンが、すごい左右が狭いので、手伸ばすと隣のドアノブのドアのベルトが軽く触れるぐらいの幅しかないので、軽自動車と変わらないぐらいのこの車内の狭さしかない。で、それに対して、幅が1850か60ぐらいあるんで、外見からすると2メーターぐらいあるんじゃないかっていうように思われるんですけど、実際はそれぐらいしか車幅ないので、道幅の狭い筑波山とか走っても、実はそんなに幅広く感じないというか、意外と走れちゃうんですね。で、今走ってきた一般道なんかも、筑波は割と道幅が広いんですけど、都内、道幅の狭い都内行ってもそこそこそんなに不自由なく走れちゃうかなと。ただ問題は、ドアがやっぱり2ドアクーペなんでこう長いので、ただでさえドアを人が出入りするぐらいドアを開けようとすると、かなりドアを開かないと体が出せないですし、あとドアの厚みがかなりあるんで、30センチぐらいドア厚あるんじゃないですかね。そういった意味で相当ドアを開かないと乗り降りができないとなると、都内とかで乗るとなると、コインパーキングなんか隣に止めた車との幅が狭いので、かなり苦労するかなと思います。なのでこういう筑波みたいな田舎で乗る分には何の不自由も感じないんですね。都会で都心部で乗られる方はそういったことも覚悟して乗られる必要があるかなと思います。あとコインパーキングの話だと、よくあるフラップ式のコインパーキングなんかだと、私みたいにこう車庫帳とか、車庫帳じゃなくても車検対応のローダウンサスなんかで落とした程度の車高でも、フラップ式の駐車場のフラップ、すりますね、当たりますね。ギリギリ当たっちゃうと思いますね。なので、コインパーキングははっきり言って止められないっていう。筑波はほとんどそういうコインパーキングがないんで、全くなくはないですけど、いろんな行楽地とか、あんまりその辺の不自由さも感じたことはないですけど、都心部とかで乗られる方は、コインパーキングに止められないっていう風に、極論かもしれないですけど、思った方がいいですね。特に車高を落としてる方というか、落としてる車は。それから使い勝手の面で言えば、ドリンクホルダーがないです。これ結構アルファロメオあるあるなんですけど、なんすかね、走りのことばっか考えたらドリンクホルダーを付け忘れたみたいな、私は勝手にいつもそう思ってますけど、
実際言うとなくはなくって、とんでもないところにあります。体の硬い方、私体硬いんですけど、なんていうんですかね、この辺にあるんですよね。ちょっと動画では見えない。普通じゃ考えられないところにドリンクホルダーというかスペースがあります。なのでジュースを飲みながらとか、特にこの振動なんで、私はこう車庫調にしてるんで余計ガタガタしてますけど、ノーマルでもかなり、特にクーペモデルの場合は乗り心地が固めなんで、バネはそんなにノーマルだと硬くはないんですけど、ショックの初期の減衰が強めなんで、なので細かい振動かなり拾います。なので紙コップとかでは多分飲めないですよね。紙コップとか、あとコンビニとかで買うようなコーヒーとか、そういうのだと多分ピシャピシャにこぼれちゃうと思いますね。あとは不自由というか問題といえば、小物を置くところがない。普通の車であればある小物ケースみたいな、そういうのも全くないですし、車検証を入れるグローブボックスなんかもないです。とにかく収納っていうものは全く考えられてない車ですよね。本当の意味でスポーツカーだと思います。その辺を割り切れる人じゃないと、変態じゃないと、いろいろやっぱり、運転は走りは楽しいんですけど、その楽しさよりも不便さの方が勝ってしまって嫌になっちゃうんじゃないかなと思いますね。あとはそうですね、この押し出しの強すぎるデザインのおかげで、異性にはモテないと思いますね。たまにこのデザインに惚れてくれるような、そんな素敵な女性に出会えれば、それはもう熱気もんだと思います。幸いのことに私はそういう素敵な女性に出会うことができましたけど、モテたい人は少し乗らない方がいいと思いますね。アルファロメオって言うとやっぱりこうかっこつけたい伊達車だと思うんですけど、その伊達さんがジュリアとかジュリエッタとか、あと以前昔私が乗ってた GT とか、その辺のこうラグジュアリーさが強めの車であれば、もうアルファロメオらしくかっこよくモテると思うんですけど、女性にモテたいと思う方ははっきり言ってモテたくて乗る車ではないと思います。本当に自己満足の。ただおじさんにはモテますね。友達がすごい増えます。特に今向かってるようなそういう峠とか行くと本当に友達増えますね。それから維持するというか便さ、あとトランクが狭い言いますけど、トランクの狭さはあんまり狭いとは思わないです。意外と荷物は入ります。ただ問題は、かなり厚くなってしまう。これはミッドシップレイアウトの車はみんなそうだと思いますが、エンジンが後ろにあるそういうミッドシップの車はみんな共通して同じだと思います。 NSX であっても、多少はイタ車よりは断熱性がいいと思うので、もうちょっと使えると思いますけど、こ
4C とかに関しては、トランクの温度が、60度って言われてますけど、実際多分もっと上がってると思いますね。70度近く、特に真夏なんかはかなり燻製ができちゃうんじゃないかぐらいの熱があるんじゃないかなと思いますね。なので例えばドライブでいろんな道の駅で生物じゃなくても食べ物とか買って、彼女さんとか奥さんと一緒にドライブ行って、助手席は彼女さんとか奥さん座ってますから、そういった買った荷物を置くところっていうのが、さっきも言ったように置くところが何もない車なんで、トランクしかないです。ただそうなってくると、さっきも言ったようにトランク60度とか70度とかかなり高温になるので、持って帰れないですよね。以前も相方さんが道の駅で、綺麗な花束を買ったんですけど、普通の車だったらトランクとかにこう寝かして置いとけばいいと思うんですけど、多分 4C のトランクを一応置いちゃうと数時間で多分ドライフラワーになっちゃいますよね。なのでもうずっと車内に置いてましたね。幸い花束だったんで車内に置いててもよかったですけど、それが例えば、魚とかそんなものだったらとんでもないことになっちゃうんですよね、車の中が。その辺が普段使いする上で普通の考え方でするとかなり不便ですよと言いたいですね。はっきり言ってあんまりおすすめはしないです。普段ドライブする車じゃないです。ほんと走り好きな変態しか乗らない方がいい車です。スーパーセブンなんか最たるものですね。それとかあと、そういう車たちに比べればまだ雨風もしのげるし、4C は全然いい方だと思いますけど、今日は使い勝手は視界の悪さもよく言われますけど、正直私一切補助ミラーの類はつけてないんですけど、両サイドのドアミラーとルームミラーだけで、はっきり言って十分ではありますね。これ以上、あったら便利なのかもわかんないですけど、特にその辺は、後ろルームミラーから見える景色なんかはリアのハッチのこのグラス部分から後ろは見えるんですけど、ミラーから見るとこの大きさのミラーに対してガラス部分っていうのはこれぐらいです。これぐらいしか後ろ見えない。あとはもうこの辺が、エンジンで、あともう両方はリアハッチの骨組み部分というか、そんな感じで、意外とこのリアハッチの両サイド、ガラスの両サイドにあるメッシュの部分が実は意外と見えるんで、そこも含めて考えると幅はこれぐらいで、こういう感じで意外と見えますね。ただ問題は今はもう朝の8時なんで明るいからいいですけど、これが夜になるとリアのこのハッチのガラスが若干スモーク入ってるんですよね。なのでただでさえ狭くて、でエンジンルームなんで暗いんで見にくいのが、さらにも増してスモークかかってるガラスのおかげでさらに見えないです。後ろの車は当然ライトつけてるんで、そのライトで車がいるなとかそういうのは分かるんですけど、その辺は見にくいですね。ただ両サイドのこのドアミラーは、私ブルー
ブルーミラーなんかネットで買ったガラスじゃないや、鏡部分が青っぽくなってるブルーミラーになってるんで、若干広角になってるせいもあると思うんですけど、まあ、確かそうですね、やっぱり純正だと視界がかなり狭かったんで、このブルーミラーに変えたんですよね。あとは、まあ、左ハンドル車はみんなそうかもしれないですけど、例えばお店とかから入ったお店から道路に出る際、こっちに斜め左に出ようとする際なんかは右後ろが絶望的に見えないです。そこはちょっとやっぱり、まあ、危ないですよね。なので、まあ、できればこう直角に道路に出てこう左に曲がってギリギリまでこう右側を見て出るようにすればいいんですけど、何分こうやっぱり歩道、駐車場とかから道路っていうのは段差があるんで、車高を落としてるとなおさら当然すりますよね。なので私結構お前なしにこう、まあ車の傷つくのはやっぱり嫌ですけど、それよりもやっぱり事故っちゃいけないので、ガリガリすりながらこうまっすぐ出て直角に曲がったりしますけど、そこがそれもやっぱり嫌な人は嫌でしょうね。特に他車全般に言えると思いますけど、フロントのオーバーハングが比較的長いんで、まあまだ 4C は短い方かもしれないですけど、なんですかね、デザインのためかなんかわかんないですけど、他車みんなフロントのオーバーハング長いですよね。特にフェラーリなんか特に長いです。だからその辺も助手席に座ってくれる人が分かってくれる方だと、はい、右 OK だよとか言ってくれると助かりますよね。だから一人で乗る車ではありますけど、本当にこう分かってくれる方が助手席にそういう方が一緒に乗ってくれると快適度は増しますよね。荷物も持ってくれて、ただなかなかそういう人は貴重な存在だと思います。4C も貴重で希少な車だと思いますけど、それと同じぐらいそういうのを分かってくれる女性じゃなくても、まあ、今男の人でもやっぱりそういう変態減ってきてますから、それがましてや女性となると本当に貴重な存在で、もし今奥さんとか彼女さんがいらっしゃる 4C オーナーさん、彼女さん奥さんが一緒に乗ってくれる 4C オーナーさん、まあ、4C も一生手放したくないと思いますけど、その彼女さんとか奥さんも絶対手放しちゃいけないと思いますよね。あと重捨てですけど、どうだろうな、走ってる分にはこう、まあ私左手離してますけど、今離しましたけど、指で運転してますが、指でも曲がれちゃいますよね。映ってるかな、これ2本指、親指と人差し指だけでつまんでますけど、これぐらいで曲がれちゃいます。まあ危ないんで、まあこれぐらいにしますけど、まあそんな感じで、これしっかり握んなくても、軽くちょっと手を押し付けるぐらいで、ハンドルは動いてればこんな感じです。楽なんですね、実は。それよりもパワーステの車の方が重かったりしますね。あとエアコンはめちゃめちゃ効きます。まあ以前一番もしかしたら 4C で世界一再生されてんじゃないかっていうぐらいの
某高級外車屋さんの YouTube チャンネルで、ある意味波紋を呼んでる4C のエアコンの効かなさですが、今エアコンつけてないですけど、私に関してはよく潤滑用のエアコン用のオイルとかありますけど、そういうのとか一切何も入れてなくて、めちゃめちゃガンガン効きますね。相方さんなんかも寒い寒い言っちゃうぐらい効きます。で、風量もかなりあります。なんですかね、4CやっぱS6が並んでたんで、一緒についていきましょうかね。電気なんで行っちゃいますか。いいですね。ちょっと喋るのは後にします。いますね。珍しい車が、なんだっけ、変態車がいますね。で、続いてブレーキのお話をしてみましょうかね。ブレーキはタッチは最高です。4C ってやっぱりカーボンモノコックとかそのデザインの良さを、よく言われますけど、正直もう長年乗ってて何気にブレーキが最高だと、一番いいところかなと感じますね。このブレーキ、一応サーボはついてるんですけど、まずブレーキペダルのタッチから言うと最高のタッチです。もうちょっと踏んでからもうパッドがローターに押さえつけられてるのを足から伝わっていくという感じ、非常にダイレクトに感じます。それからブレーキペダルが若干手前に90度より手前に倒れてるんですね。若干ですけど、そう考えるとちょっとブレーキ踏むとき足がつるんじゃないかなと思われちゃうかもしれないんですけど、実はそこはあんまり平気で、サーキットとかでフルブレーキしたときにちょうど直角になるんです。ちょうどブレーキが直角になるんです。
そうするとフットレスト代わりになるというか、左足のフットレストはついてるんですけど、右足でも、体を支えられる、両足で支えるような感じですね、フルブレーキ。そういうブレーキなんで、こうサブマリン現象っていうのが起きにくい、むしろ起きない。サブマリン現象っていうのはどういうことかっていうと、前他の動画でもなんか言った気がしますけど、ブレーキするとどうしてもこう体がこう足元の方にこう潜っていってしまうんですよね、やっぱり重さに耐えかねて。なので普通の車だとこの股下にもう一個は実はこれも穴開いてますけど、股下に穴が開いてて、そこからもこうベルトを出せるようになってて、4点プラスもう1点または2点5点式とか6点式のシートベルトをすることで、こう股にこうベルトを通すことで、そういうサブマリン現象を抑えるような、ことをやってるんですけど、こと方針に関してはそういう必要性を全く感じないです。それからブレーキでいうとキャリパーですね。でキャリパーはフロントがブレンドの4ポットキャリパー、リアは駆動式、いわゆる片押し式の、シングルポットキャリパーとなってますが、車のなんていうか、車格からするとなんか意外と普通に感じられちゃうのかなと。こんなねカーボンモノコックでこのスーパーカーみたいな格好をしているくせに、フロントが、普通の4ポットキャリパーで、リアが片押し式のシングルポットキャリパーっていうとちょっとチープな感じがしてしまうかもしれないんですけど、これがまた全然十分で、やっぱり多分ジュリエッタかなんかのブレーキシステムをそのまんま使ってんじゃないかと思うんですけど、だとすると、ジュリエッタの車重が1500キロぐらいですか、1300から1500の間ぐらいだと思いますけど、そういう比較的重い車用のブレーキをこの1トン前後ぐらいの車に使ってるんで、それは余裕がありますよね。なのでブレーキはそうですね、パッドを変えるだけでも全然サーキット走行に耐えれるブレーキなのかなと思います。でローターがドリルドローター、ベンチレーテッドのドリルドローターを使う、これがまた放熱性が素晴らしいんだと思うんですけど、全然フェードしないです。ブレーキのおそらくガスが、うまく抜けてるんだと思いますね、その穴から。なのでフェードが非常にしにくい。さっきとガンガン走ってても実はフェードしたことないです。で前回サーキット走ってる時はもうフルードっていうかオイルブレーキフルードがちょっと劣化してしまって、もう数年使ってたフルードだったんで、もうブレーキフルードの劣化でペーパーロックが起きてしまってっていうのはありましたけど、パッドはもうあと残り1ミリ2ミリぐらいまで使いましたけど、全然フェードっていうのは起きなかったんですね。これもやっぱりコースによって、国際コースなんか行くと富士の例えば1コーナーとかそういうところ行くとちょっとどうかなと。あと茂木とかですね、ストップ&ゴーが多い、そういうコースに行っちゃうとどうかなと思いますけど、それでもつくばもブレーキに関しては結構ヘアピンの手前はガツンと踏むんですけど、容量不足は感じたことないですね。ただサーキット走る方でちょっとパッド選びに気をつけていただいた方がいいかなと思うのが、初期制動は弱いパッドにした方がいいです。
初期からガツンとこう制動力が働くような、そういうタイプのパッドはちょっとおすすめしません。なんでかっていうと、この ABS のシステムがボッシュのシステムを使ってるんですけど、この ABS のシステムっていうのが、この実はポーシェに限らない話で、他のアルファでもあるみたいなんですけど、初期にこうガツンと蹴っ飛ばすようにブレーキを踏んでしまうと、多分これもセーフティー機能が働くのかわかんないんですけど、ブレーキがロックしないようにこう制動力を全く出してくれないんですね。要はパッドがローターを全く抑えてくれない、そういう状態になってしまいます。いわゆる岩ブレーキとか板ブレーキとか、そういう言い方されますけど、本当板とか岩を踏んでるような、全く踏み応えがないカチンカチンの状態になっちゃいます。なのでちょっと私も何度か筑波サーキットのコース線というミニサーキットで、いろいろ試したことあったんですけど、そういう症状が出る ABS っていうのを知らなくて、もう何度も1コーナーとかに刺さっちゃいそうになりましたね。で、なんでこれどうしたもんかと、 ABS 壊れてんのかなとかいろいろ考えたんですけど、いろいろある方にいろいろ聞いたら、それはアルファロメオ特有というか、このブレーキシステムの、持病特徴なんだよっていうこと、それは壊れてるわけではないし、どうしてもそういうもんだというのを聞いてから、じゃあどうしようと思って、まず最初自分はこうブレーキの踏み方を直したんですね。そういう踏み方を変えることで、ガツンからギュッというようなブレーキの踏み方を変えて、そういう岩ブレーキ、板ブレーキみたいな症状が出ないようにしました。でもやっぱりこうタイミングが難しくなるんですよね。そうすると今までガツンと踏んできて、そういう走り方をしてきたのが、それをギュッと踏むってなると、ほんま 0. 何秒ぐらいの違いだと思うんですけど、そのタイミングがもう取れなくなっちゃって、いまいちこうサーキット走っててリズムに乗れないというか、そういうことが出てきたんで、次にやった手立てというのが、ブレーキパッドを変えましたね。ブレーキパッドを初期の弱いタイプに変えました。フットブレーキはそうですね、全く問題を感じないですね。ネックは、今マニュアルモードでエンジンブレーキで走ってますけど、エンジンブレーキが全然効かないですよね。これはなんですね、ドライホイールが重いのかよくわかんないんですけど、あとはダメなところ、転送系は、やっぱり他のギター車の例に漏れず弱いですね。湿気に弱い感じですよね。湿度が上がってくると何かしら警告灯がつくような、そんな感じで、今もエアバッグの警告灯がなぜかついてます。あまりにも湿度が高いとエンジンチェックランプがついたりしますね。エンジンチェックランプはオレンジだったらいいんですけど、なんか赤いのがついたことありましたね。でもそれもほっといたら消えちゃいましたね。あとはなんだろうな、転送系、今年の4C のエアコンのユニットがあるんですけど、それのバックライトとバック照明がたまにつかなくなるんですけど、だいたい叩くと治ります。それでこの辺を思いっきり叩くと治るんで、おそらく LED とかじゃなくて電球使ってるんですよね。
あと伝送系、伝送系といえば伝送系なんですけど、バッテリーがリアのエンジンフードのメッシュの熱抜き用のメッシュがあるんですけど、その真下にバッテリーがあるんで、雨降るとバッテリーがびしょびしょになっちゃいます。で、後期型になるとそのバッテリーをカバーする、ゴムのカバーがつくんで、ゴムのカバーがつくんで大丈夫なんですけど、初期型だともうペランペランのあんまり意味がないようなカバーが上にちょこんと乗っかってるだけで、バッテリーの端子が腐食します。実際私のバッテリーちょっと映像では気持ち悪いんで出さないですけど、腐食してますね。トラブルは実はあんまりないんですよね。警告灯がついてるだけで実際何も起きてない。センサー関係の不具合ですね。それはあります。やっぱり湿度がイタリアと日本とで違うんだと思いますね。あとは問題といえば、そうですね、内装に移るとダッシュボードのきしみがありますね。ご存知の通りモノコックがカーボンですごい強いんですけど、ただ内装は本当ただのプラスチックみたいな、プラスチックですよね多分。たまにパキパキ言いますね。でパキパキ言ってたと思うと別の日になると全然言わなくなったりして、多分なんかうまくこうカチッとはまったりして音が鳴んなくなったりするんですね。どうもお久しぶりです。もう帰っちゃうの？もう朝からいたんで。今からじゃないの？お先です。はい、朝から、朝日峠駐車場にいました。いつ来ても変態がたくさんで楽しいですね。ここは全く走ってないです。ずーっと立ち話してました。で、朝何の話してましたっけね。維持の話ですかね。まずさっきも立ち話しながら OC の維持費の話とかしてましたけど、まず自動車税が安いです。安いっていうか普通の車と同じ税金ですね。39,500円とか確かそんな税金だったと思います。それから維持の話で言えば、今一番ネックなのがガソリン。なかなかガソリン安くならないですけど、燃費が他の私の動画でよく言ってますけど、OC のいいところが燃費の実は良さだったりするんですね。今まで最高燃費が 20.1 キロを記録したことがあります。それは高速道路とかじゃなくて、愛知に行った時だったかな。茨城を出て、群馬とか長野とか岐阜の方のずっと山道を夜な夜な走るんで、ほとんど信号もないところでほんと数えるぐらいしか止まらないんですけど、そうするとやっぱ燃費が非常に良くて、だいたいそうですね、山っつってもアップダウンはあるんですけど、それでも20とかありました。やっぱりこの正直エンジン自体はそんなに大した、
エコエンジンとかではなくて、ジュリエッタの1750クアドリと同じ、まあ実用性のあるエンジンではあるんですけど、ただ別に燃費を売りにしたエンジンではなくて、にもかかわらずそういう燃費を稼げるっていうのはやっぱり何よりこの車重だと思いますね。1トンちょっと1050キロだったと思いますけど、その車重のおかげで普通のエンジンでもだけ燃費を稼ぐことができるっていうことですね。あと維持費でいうと、まあこの間動画を上げさせてもらいましたけど、ブレーキ、まあ私年間そんなに走ってなくて、距離でいうと年間なんだ8000キロぐらいですかね。そんなに走ってないですし、まあこういう峠とかサーキットをよく走って、まあよくでもないな、サーキットを年間3、4回ぐらいしか行かないですけど、今はそういうペースで走ってて、実は前回ブレーキフルードを交換したのがもう5年ぐらい実は前だったんですね。あんまりこういうこと言うと安全性がどうのこうのって問題になっちゃうと思うんですけど、まあそれでもなんともなかったんで、サーキットとか普通に走ってて、5年以上確かフルード変えてなかったんですね。でその間さっき言ったぐらいのペースで峠とかサーキットとか走って、フロントのブレーキパッドを3回ぐらい変えて、リアに関してはこの間初めて変えましたね、1回。まあそういう感じでブレーキに対してもやっぱ軽いんで優しい車です。なので、まあ、今ブレーキパッドとか結構高いですけど、その辺もお金かかんないですね。あとオイルも、まあ、オイルはそこそこトヨタ系のそこそこいいオイルを普段使ってますが、別に頻度としては5000キロ日ぐらいで変えたり、あと、まあ、タイミングを見てサーキット走行前とかに変えたりはしてますけど、まあそれでもそんなに気を使わず普通の車レベルですね。まあそんな感じですかね。だから本当維持は楽ですね。まあ見た目がこういうちょっと特殊なというか、よくスーパーカーとか言われますけど、スーパーカーというよりも、まあ本当典型的なスポーツカー、レーシングカーに近いスポーツカーなんで、いろいろお金かかるだろうと思われがちですけど、本当86とかロードスターとか乗る感覚で 4C を維持できるし、楽しめるんじゃないかな。楽しめるというか、むしろもう何倍も楽しめるんじゃないかなと思います。もちろん86とかロードスター素晴らしい車だしいいと思うんですけど、やっぱりこの刺激っていうのは何にもかなわないと思いますね。自分で言うのはあれですけどね。あとはちょっと別の動画の視聴者さんからもコメントいただきましたけど、まあ、さっきも言ったようにそのフルードの交換とかエンジンオイルの交換とかできるって言えばできるんですけど、ちょっとやっぱりアンダーパネルを外したり、ちょっと特殊な作業が必要になります。でもちろんアルファロメオディーラーとか、そういうショップさんとかアルファに精通したショップさんとかに持っていけばもちろん当然できるんですけど、近くにそういうスポットが
ない方はあんまりおすすめしないというか、もちろん自分でできちゃうような人は何でもいいと思うんですけど、私のような素人の方であれば、いくら欲しいなと思ってもあんまりおすすめはしないです。そういういちいちオイル交換とかねするのにかなり遠く、もちろんそういう方もいらっしゃるし、それぐらいの愛があればいいと思うんですけど、なかなかそこまで愛を持って、維持できる人っていうのはそうそういないと思うんで、もちろん4Cオーナーがこう増えて仲間が増えるのは嬉しいんですけど、やっぱり無理して乗ってほしくないし、本当に素晴らしい車なんで、無理して乗ってなんかもう 4C 乗るの嫌になっちゃうなとか、疲れちゃうなとか思われたらオーナーさんもかわいそうだし、何よりこんな素晴らしい車、アルファロメオが世に送り出してくれたこういうアルファロメオ 4C っていう、素晴らしい車がやっぱりかわいそうなんで、そうなってほしくないんで、無理なく維持できる環境にある人にぜひ乗ってほしいですよね。維持費の話の中で、一つちょっと言い忘れてましたタイヤですね。で、実はアルファロメオ 4C タイヤが実はネックです。っていうのも、タイヤのサイズが若干特殊で、フロント18インチ、リア19インチ、このインチ自体は今時割と普通というか、ありがちなインチサイズではあると思うんですけど、このタイヤの幅が18インチにして、フロントが205、4018だったかな、確かそんなだったと思うんですけど、でリアが235、35の19とか、確かそれぐらいですよね。これが調べていただくと分かると思うんですけど、例えば国産のハイグリップラジアルタイヤとかではなかなかないサイズ設定となってます。なので大体サーキットを走ったりそういう方はワンサイズインチダウンしてる方が多いですね。私もサーキット用はフロント17、リア18のタイヤホイールにしてます。でフロントがサーキット用だと225のちょっと扁平率忘れましたけど225幅の17インチ、リアが265幅の18インチというタイヤで、そのサイズだと意外とあるんですよね。ただ純正サイズのフロント18、リア19にしてフロント205、リア235っていう幅となるとなかなかないです。しかしグリップとか海外タイヤに抵抗がなければ、実はアジアンタイヤでこう手広く探すと意外とあります。で実際私も以前他の動画で上げましたけど、ファイナリストというメーカーというかブランドの、595エボというタイヤを使っています。でこのタイヤになると、純正サイズ235、3519っていうサイズが実はあるんですね。でもしかすると他にもまだまだ探すとアジアンタイヤのくくりで探すと
あるんじゃないかと思います。でやっぱりアルファロメオ 4C にアジアンタイヤなんかがしちゃうのかとか、まあいろいろ賛否両論あると思いますけど、まあ、実際私も昔からホンダ車乗ってた頃からフェデラルというアジアンタイヤ、台湾だったかな、台湾の、タイヤを愛用してて、でグリップも多いしライフもあるし、それでいて国産の、まあ、半分ぐらいの金額で買えてしまうので結構愛用してるんですけど、まあ、引き続き 4C 乗ってる今でも、アジアンタイヤ愛用してます。街乗りがさっき言ったようにファイナリスト、まあ、ファイナリストってアメリカのブランドですけど、実際作ってるのはさっき言ったフェデラル、台湾のフェデラルというメーカーのタイヤとなってます。でまあそれは街乗り用なんですけど、まあそのタイヤのインプレッションについてはその過去動画を見ていただくとして、値段ですね。フロント18リア19、フロント18リア19で、さっきの純正サイズだと前後ともほぼほぼ同じ実は値段で8000円ちょっと破格ですよね。そのタイヤでもう2年ぐらい走ってますけど、まあ、十分何の問題もなく走ってますね。さすがにちょっとサーキットを走る気にはならないですけど、グリップが弱いので。ただ街乗りとか峠で遊ぶ分には十分楽しめるタイヤです。何しろ安いので、まあ、ちょっとぐらい滑っちゃったりしても痛くも痒くもない。でサーキット用もアジアタイヤ、南韓というところのタイヤを使ってます。南韓の CSR だか CRS っていう、もうハイグリップタイヤですね。それも使ってますけど、それも全然アジアンタイヤだからどうこうっていうのは何にもなくて、国産タイヤと遜色なくグリップもそこそこあるし、そこそこというかかなりありますし、楽しめるタイヤですね。それでいてやっぱり値段がいくらだったかな、1万5000円ぐらいだったと思うんですけど、もうちょっと安かったかもしれないですね。そういうタイヤで遊んでます。まあ、そんな感じでこう極力私の場合こう消耗品になるべくお金をかけない。やっぱりタイヤとかオイルとか消耗品にお金かけちゃうと車遊びがちょっと、ね、節約というか遊び控えてしまうというか、まあ、ガソリンはどうしようもないんですけど、まあ、その分燃費がいいのでガソリンの値段は高いですけど燃費の良さに助けられて遊ばせてもらってるような感じで、とにかく消耗品にはなるべくお金をかけないように、それでいて、楽しめるようにいろいろ選んでます。あとはもうとにかく、まあ、ガソリンとかもったいないかもしれないですけど走り回ることですよね。まあちょっと極論かもしれないですけど、大事にしようと思って動いてないといろいろゴムブッシュとかいろんな、まあ、ガソリンが劣化したり、まあ、ガソリン劣化っていうのはもう半年はそこらじゃ劣化しないと思うんですけど、ゴムブッシュっていうのはやっぱりそうですね、1ヶ月も多分2ヶ月ぐらいか2ヶ月ぐらい乗らないとやっぱりゴムがその潰れた形で固まっちゃうんですよね。でそうするとやっぱりそういうところからひび割れをしちゃったりブッシュがダメになっちゃう
原因になるので、ゴムブッシュはやっぱり動いてないと人間の関節と同じだと私は思ってるんですよね。やっぱり寝たきりだとどんどん、筋力も落ちて、いろいろ関節の軟骨も痩せ細って硬くなっちゃうんじゃないかなと。やっぱりこう走って常にこう足回りをぐいぐい動かしていくことで、ゴムも常にこう柔軟性が保たれて、劣化を防げるんじゃないかと。なので、よく車を大事にしたいがために全然乗らないでいるとダメになっちゃうんじゃないかなと。なのでよくどんどん走んないとダメですよねってよく言うんですけど、そういうとこかなと思います。今日も朝から筑波山にいましたけど、結構古い車元気に走ってるんですよね。でいろんなオーナーさんの話聞いてもかなりもう年間かなり走ってるんですけど、特に走っている人ほどトラブルがないよという感じで、やっぱいろんな考え方はあるとは思うんですけど、私の経験則では走れば走るほどこう調子が良くなるとまでは言わないですけど、調子を維持できる、そういう風に考えてますね。であとはたまにやっぱりエンジン音ってなまっちゃいましたけど、エンジンをレッドゾーンまで回すこと、低いギアで回しちゃえばそんなスピードも出ないで回せると思いますけど、例えばだろうね、何やるんですかね。8で6000回転レッドですけど、これで48キロですね。こんな感じで1速2速あたりでたまに高回転レッド近くまで回してあげることで、カーボンを飛ばすことでやっぱりエンジン内部の綺麗さも保つことできますしね。たまにでいいんですよね。あんまりぶん回してるとやっぱりエンジンは疲れちゃって、たまにこうのんびりドライブした後は 1,2 速で、マニュアルモードで、回転を上げることでカーボン飛ばせるんで、それでエンジンの調子も保つことができて、無駄なメンテナンスとかしないで済むようになるかなと。その辺も私の持論です。今までいろんな車乗ってきて、サーキット行ってもサーキットとか峠とかで結構酷使はしてるんですけど、全く問題なく元気に走ってます。そういう甲子園に限った話じゃないですよね。やっぱりどんな車も常にこうある程度回転数をたまに上げてあげてカーボンを飛ばしてやったり、あとこう街中をただ流すだけでも十分こう足回りが動くんで、サーキット行くより街中峠とかより、峠は結構動くか、サーキット行くよりも実はこういう街中の方が足回り酷使してるんですよね。普通に街を流してるだけでも十分足動かせられるんで、無理しないでも普通にただだらーっと走ってるだけでも、さっき言ったそのブッシュの柔軟性を維持できんじゃないかなと、そんな感じですかね。もちろん高回転まで回すときはサイレンサー入れてます。今もサイレンサー入れてますけど、
じ迷惑だ。まあそういう感じで普段から乗り回していることで、特別なこと何にもしなくても、特に気を使わなくても維持できるっていうのがこのアルファロメオ 4C なのかなと思いますね。まあいろいろ言いましたけど、特別見た目はちょっと特殊な車に思われるかもしれないですけど、意外と維持してるとっていうか運転してると全然普通の車なんですよね。普通じゃないのは荷物の積載性、快適性と、あとはやっぱりデザインですよね。本当によくできた車だと思っています。多分私も後期高齢者免許返納するまで多分この 4C 乗り続けると思います。車が動く限りですけど、車より自分の方が先に動かなくなりそうですけどね。分かんないですけどね、そればっかりは。まあ、とにかくトラブルがあんまりないアルファロメオです。まあ言ってしまえばアルファロメオらしくない車ですね。イタ車らしくない車というか、何も起きないです。というわけで今回の動画を終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。